にちは、ちゃんやかです。雪がすごいということでですね、私普段は自動車の整備士をしてるんですけど、最近ですね、ものすごい残業してます。っていうのもですね、タイヤですよ、スタッドレス。もう朝から晩までずっとタイヤ組みまくって、もう腕と腰がやばい。でもですね、皆さんの安全を守れるのであれば大変光栄でございます。しかしですね、結構長い期間使ってカチカチになったスタッドレスだったり、溝が減って車検は通るけど雪道ではちょっとやばいねっていうタイヤもよく見かけるので、皆さんもですね、今一度安全のためにタイヤの状態チェックしていただければなと思います。ということで今回はタイヤではなく塗装の中級編をやっていこうと思います。で、前回はマスキングテープの太さを利用してラインを入れるということで初級編をやらせていただいたんですけど、今回はですね、もうちょっとこだわったカラーリングだったりマスキングをしたいっていう時に私がやってる方法をご紹介していこうと思います。ということで今回使っていくボディなんですけど、 F1 でおめでとうナウなホンダの NSX を使っておめでとうナウなレッドブルカラーを作っていこうと思います。はい、トンで、すでにですね、塗装初級編の最初の方でお伝えさせていただいた方法でボディカット&マーキング、そしてマスキングなどは済ませてある状態ですね。なので今からですね、カラーリングのマスキングを施していくんですけど、レッドブルのレッドブルも塗りでいきたいと思います。なので今回は塗り分けとグラフィックのマスキングをするんですけど、この2つをご紹介しつつですね、いくつかノーマルのステッカーも使おうと思うので、要所要所で裏張りもやっていこうと思います。なので裏張りの方法も合わせてですね、私がやってる3つの手法っていうのをご紹介していこうと思います。では行く。それではまずステッカーの裏張りをやっていくんですけど、私はこちらなるべく透明な両面テープを使います。両面テープ以外にもボンドとか裏張り用の糊みたいなものを使う場合もあるんですけど、両面テープだと乾燥させる必要もなくて手軽なのでこれを使ってますね。ということで早速やっていこうと思います。まずは裏張りしたいステッカーをざっくり切り出していきます。はい、ということでステッカーをざっくり切って、その後ですね、際の際まで攻めて切り出しました。で、今からこれに両面テープを貼っていくんですけど、このステッカーよりちょっと大きめなサイズに両面テープを切ってあげます。で、この時ですね、この接着面触っちゃうと指紋が入るので触らないように注意して、柄のついてる面に両面テープを貼っていきます。で、この時も空気が入らないようにしっかり押さえつけて両面テープを貼り付けていきます。で、剥がす時にステッカーの台紙が剥がれてくる時があるんですけど、これもですね、一緒に拾ってあげてこんな感じで剥がしました。で、今からこのステッカーのサイズに合わせて両面テープのいらないところを切っていきます。じゃあこんな感じに切れたので、これを今からボディの方に貼っていきます。で、これを貼る時なんですけど、まず両面テープの剥離紙を少しだけ剥がして、で、ここを折っておきます。この時も両面テープを触らないように注意していきましょう。で、これを貼りたいところに当てて、で、上下だったり左右のバランスを見ながら、ここだっていうところで剥がした部分をまずピッと当てて貼ってあげます。ここもしっかり押さえてあげて、で、あとはこれをですね、スーッと剥がしながら空気が入らないように押し付けていきます。こんな感じですね。じゃあ他のところもどんどんやっちゃいます。はい、ということでこんな感じでですね、裏張りが終了しました。で、ステッカーに気泡が入ってしまった場合ですね、こういったデザインナイフとかでちっちゃな穴を開ければ空気逃がすことができるんですけど、ただですね、分厚い両面テープとかだとうまく逃げてくれないことがあるので、なるべく貼るときにですね、気泡が入らないように注意しながら貼っていただいた方がいいかなと思います。で、ステッカーの台紙なんですけど、今一応まだこんな感じでついてます。真っ黒いステッカーとかだとあんまり気にならないとは思うんですけど、ただこういった半透明な場所ですね、ここちょっと台紙剥がれてしまったんですけど、こういったところですね、先に台紙を剥がしてしまうと指紋だったりホコリが気になるので、塗装する直前に剥がしていただいた方がいい仕上がりになるかなと思います。ということでまずは裏張りでした。
ということで次にですね、塗り分けのマスキングしていきます。で、ここのサイドのダクトの部分なんですけど、ここ塗り分けたいんですけど、ただですね、ここって説明書指定の塗り分け場所じゃないので、マスキングシートが付属してないんですよね。そういった時はですね、ボディの表からこんな感じでもう書いてあるんですけど、塗り分けしたい場所にマーキングをしてあげます。で、ここにマスキングテープを貼っていきます。で、しっかりシワを伸ばしてあげて、あらかじめ書いておいたマーキングの場所にもう一度線を描いていきます。で、これを剥がして、今描いた線の通りにこれをカットしていきます。こんな感じでカットができたら、今取った部分と反対側、こっちのここの部分にですね、貼っていきます。こんな感じですね。で、これを繰り返して両方マスキングしていきます。はい、ということで、こんな感じでマスキングが終了しました。で、あとはですね、このグリルの下の部分ですね、ここも塗り分けしていこうと思うんですけど、こういった部分ですね、凹凸が多くてマスキングが作りにくくて貼りにくいんですね。なので、このマスキングゾルっていう液体のマスキング剤みたいなものを使って塗り分けていきます。これはですね、乾いた後にカットできるタイプのやつなんですけど、ゾルって乾いた後のゴムみたいになってカットできないタイプと、ビニールみたいになってカットできるタイプがあるんですけど、今回はカットできるやつですね。これを使って塗っていきます。ということで、完全にゾルが乾いたんですけど、見ていただいての通りですね、ちょっとはみ出てますよね。なので、今からですね、これをそーっとデザインナイフを滑らすように当ててカットしていきます。で、カットしたら、こんな感じでですね、余分な部分はペリペリと剥がしていきます。ゾルのこの瞬間ってちょっと気持ちいいんですよね。ここで気をつけていただきたいのが、マスキングテープと違って一度剥がれたら粘着してくれないので、いらないところを取り除くときは慎重に剥がしていただいて、残す部分と完全に切り離れてるかどうかをしっかり確認しながら剥がしてくださいね。はい、ということでこんな感じでですね、マスキングゾルのカットが終了したんですけど、このゾルですね、乾くと結構薄い色なので、ちゃんとマスキングができてるのかなって不安な方はですね、一度端材とかで塗り具合を試してみてください。結構ですね、薄く塗っても案外大丈夫なんですよね。なので気をつける点としては、よく切れる刃を使うということと、あとは塗装する面に直接刃を当てていくので、力を入れすぎないことです。で、多少はですね、ボディにも切り傷がついちゃうと思うんですけど、塗ってしまえばさほど目立たないので、あまり気にはならないかなと思います。で、こういったボディの内側から刃を当てる方法って、パイセンカラーのようなオリジナルパターンでラインを入れていくような塗装では、マスキングをカットするときに必須な技術になりますので、ぜひですね、こちらも端材なので練習してみていただければなと思います。こんな感じでですね、ややこしい形状の部分は、このゾルでやってあげるとマスキングしやすいですね。ということで、塗り分けのマスキングが終わったので、最後にグラフィックのマスキングをやっていこうと思います。で、今回はですね、レッドブルカラーでこのレッドなブルも塗りでいくので、これもマスキングしていきます。で、こういったものを切り出す時なんですけど、まず貼りたいものを反転させて印刷してあげます。で、これを使ってですね、マスキングを作っていくんですけど、まずはですね、なるべく綺麗なカッターマットに適度な大きさのマスキングテープを貼っておきます。で、印刷した紙をですね、大雑把にこんな感じでカットします。で、この紙にですね、こういったスプレーのりを使ってくっつけていきます。これの裏面ですね、こっちにスプレーのりをしていきます。スプレーのりした紙をさっき出したマスキングに貼り付けます。こんな感じですね。で、これから必要な部分をこういったナイフで切っていきます。はい、ということでこんな感じでですね、マスキングを切り出すことができました。
でこういったところですね、ちょっと離れてる部分があるので、これを別々に貼ろうと思うとちょっとバランスがずれてくるんですね。なのでそういう時は今切り出したマスキングにこんな感じでマスキングテープをのせていきます。でここからですね、切り出したマスキングを上に貼ったマスキングに移していきます。はい、こんな感じでですね、作業していけば切り出した絵柄とか文字列のバランスを崩さずに貼れると思います。で、切り出しから貼る準備まで結構根気のいる作業なんですけど、この手法であればお好みの形にマスキングを切り出せると思うので、ぜひですね、チャレンジしてみていただければなと思います。で、この手法を用いて過去に私が一番頑張ったカラーリングがこちらです。いやー、これ本当にしんどかったですね。ただですね、最近私便利なカッティングマシンをゲットしたので、もうすでにこんな感じで作ってるんですけど、ここからはですね、これを使ってマスキングしていこうと思います。で、今からですね、このマスキングを貼っていくんですけど、その前にですね、マスキングの位置合わせをしたいので、こういった感じで反転させずに印刷した用紙をボディの裏から当ててあげて、前後左右のバランスを見ながら仮留めしていきます。で、こんな感じでですね、仮留めができたら目安になりそうな場所で表からマーキングしていきます。はい、ということでですね、こんな感じでマーキングが終わりました。で、あとはひたすらこのマーキングに合わせてこのマスキングを貼っていくっていう作業になるので、どんどんやっていこうと思います。では行く。はい、ということでですね、こんな感じでマスキングが終了しました。で、今回もですね、ちょっと長くなってしまったので、塗装は次回やっていこうと思うんですけど、こういった塗装の仕上がりってマスキングをきれいにやってあげることで仕上がりもきれいになってくると思うんですよね。なので空気だったりシワに気をつけていただいて、塗装する前もですね、息がないかっていうのをしっかり確認してあげるといい仕上がりになるかなと思います。で、マスキングって鮮度が大事な部分もあって、時間が経つとどんどんこうマスキングが浮いてきたりとか、あとマスキングの糊がボディについてしまって、その糊剥がしをしないといけなくなったりするので、なるべくですね、マスキングをして塗装するまでの期間っていうのは開けない方がいいかなと思います。ということで次回はですね、塗装をやっていこうと思うんですけど、今回もですね、エアブラシは使わずにタミヤのポリカスプレーだけを使って、レッドブル独特のあの色ですよね。暗いところで見ると黒っぽく見えるのに、光を当てると深い紺色に見える、あの色を再現していこうと思います。ただですね、本来であれば艶消しのカラーなんですけど、今回はですね、ツヤありのままでなるべくあれに近づけるように頑張っていこうと思います。ということで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さやかでした。